こんにちは。今回からシューティングスターストーリーのミッションモードです。今作はヒーローズとバビロンでそれぞれありますが、30分で分けると1パート中途半端になるので、約40分で4分割の予定です。ちょっと長くなりますが、まとまりは良くなるのでご理解ください。今回のミッションモードは、エッグマンが各ライダーのシミュレーションを行い、能力を分析して弱点を見つけるというストーリーになっています。そのため、エッグマンのコメントが主なのですが、どうしても研究に役立ちそうとかそういったコメントが多くなるので少しつまらないかも。でも、時には意外な反応をすることもあるので注目です。とりあえず、スタートダッシュは成功させたいです。その先のジャンプ台でできる限り良いトリックを、その先、ダッシュパネルに乗ってから途中にあるグラインドレールに乗ります。グラインド終了までに GP を満タンにします。大きなジャンプ台を飛ぶ時間も惜しいので、ジャンプ台からグラビティダイブ、そのまま正面に進んで、浮いている電車を掴んで加速しましょう。ストーリーの時のルートは、ミッションのノルマクリアには間に合わないので注意。グラビティコントロールで曲がった後、ダイブで GP が尽きるまで正面に走ります。あとは上に飛んでゴール。52秒ぐらいから評価が下がった気がします。いろいろ話してて忘れてましたが、ミッション1はタイムアタックでした。こういったミッションは、ダイブを有効に使いましょう。ミッション2はリング集めですね。制限時間以内にゴールにさえつけば大丈夫です。スタート地点からジャンプ台まで、初期位置からまっすぐ進むだけで、リングをすべて拾えます。ジャンプして渡った後は、少しずつ左にずれていくので、うまくたどりましょう。カーブの後は、中央の列の後若干、左側の列が2回繰り返されます。位置合わせをして取りましょう。最後のリングを取ったら、その場から動かず飛びます。そうすると、着地先にリングの列があるので、綺麗に回収可能です。そのままリングをたどり、左側のハーフパイプで飛んだら、グラビティコントロールで壁走り。これも、位置を合わせて飛び込みましょう。壁走りの位置合わせは難しいかもしれませんが、3回ぐらい位置が変わるときに1回ぐらい合わせられれば大丈夫です。お気づきかもしれませんが、左上のギア部分は、そのまま評価欄になっています。前作では、リングを何枚拾えば評価が変わるのか、わからないので困りものでしたが、今作は見ながらできるのはありがたいですね。ミッション3はトリックチャレンジです。過去作と違って、トリックの操作が楽なので、ジャンプ台のタイミングだけ覚えれば大丈夫です。トリックのランクが上がる条件をおさらいすると、速度が出ており、ジャンプ台の先端に近い場所でジャンプをする。ジャンプする際に、左か右に入力をする。ですかね。ちなみに、これまでの作品で使っていた、時間がある場合は、ハーフパイプや逆走をしての稼ぎは有効ではありますが、速度が出ているのが条件になっているため、トリックランクは、ある程度落ちるちまちました稼ぎになるのは注意。実際やってみますが、ハーフパイプはこんな感じで、グラビティコントロールすれば加速がつくので、ちょっとだけ高い点数つきます。しかも、トリックで GP 回復するので、無駄がありません。まあ、こんなことしなくても、この先にパイプあるので、今回は、完全に無駄な行為です。今回は、スコアがもう足りているので、右のパワー用ルートから無理やり行きます。当然、こっちの方が近道です。ちなみに、ゴール直前左側の足場からトリックジャンプ可能です。ハーフパイプを全部踏んでスコアが足りない場合でも、こっちを使えば達成できることも。ミッション4はグラインドチャレンジ。今作はジャンプするだけで飛び移れるので、赤いランプを見てジャンプするだけです。ちなみに、前作では、それぞれのレールに乗ったことが判定されていましたが、今作では、同じレールに乗り直してもカウントが増えます。覚えておくと、意外な形で救われるかも。今回は、最初ということもあってか、制限時間も余裕があるため、万が一落ちた場合でも逆走して乗り直せば、普通にクリアできることもあります。特に他に話すことないので、見る必要ないなら、次のチャプターに飛んでください。
ミッション5は、一周するまでにグラビティダイブで走行した距離の合計が評価となります。GP を確保するのは、もちろん、一度の使用で長く使える場所を把握する必要があります。まずは、開始時満タンとなっているため、速攻グラビティダイブ、ジャンプ台は、無視してグラインドレールまで飛びます。そして、グラインド、その先のジャンプ台でジャンプし、着地と同時にグラビティダイブ、先に浮いている電車を何回か掴んで距離を伸ばしましょう。右下のゲージの青い部分に到達すると評価ランクが上がります。2つ目に到達した時点では最高評価ではないので注意。満タンまではいかなくても9割ぐらいは埋める必要があります。電車を掴み損ねた場合のリカバリー案ですが、横にあるハーフパイプで GP を補充。半分以上ぐらいの状態で曲がる際にもグラビティコントロールは使用せず、ゴール前の直線になったらダイブで移動すればおそらくクリアできると思います。ここまでのエッグマンのソニックに対する言葉が、さすがソニックで統一されてますね。やっぱり、一番興味がある存在なのでしょう。ミッション6は、レース、ロボット3体が参加しますが、普通にタイムアタックみたいな感じで走ればいいです。ナックルズに合わせて、コース前半の中央には車が配置されています。吹き飛ばして加速しましょう。今回は、パーフェクトのスタートじゃないので、普通に進みますが、もしパーフェクトでスタートできた場合は、先ほどと同じく、グラビティダイブで一気に進んで大丈夫です。カーブは、そのまま曲がると、車の位置から外れるので、グラビティコントロールで軽く曲がりましょう。いつもの通りですが、ジャンプ台の前あたりからグラビティダイブして進みます。今回はパワータイプなので、途中から右のパワー用ルートに入りましょう。電車使えませんでしたが、まあ、それなりにスムーズに移動できていますので大丈夫です。口ほどにもね。メガロステーション最後のミッションは、的を破壊します。やり方は、グラビティコントロールで体当たりします。単に発動して正面に飛ぶだけではダメです。きちんと角度を合わせて飛び出します。一応時間を稼ぐためにグラビティダイブで飛ばします。スタート地点からそのまま進むと、最初の的が少し手前でコントロールして浮き上がり、向きや角度に問題ないならそのまま飛び出しましょう。カーブを曲がった後、左側に1つ、次に中央に1つです。ジャンプ後も正面に1個、その後右に行くと1個。次は左側です。1つ目はそのまま走って正面に来る位置ですが、2つ目がハーフパイプから飛んだ後に空中でコントロールする必要があるので注意。近くの時はそのまま飛び出していいのですが、早めに出した時は上向きにして飛ぶ必要があります。カーブの内側にあるので、矢印を見て前もってコントロールしましょう。正面を壊したら、最後は左のジャンプ台から飛び上がって途中でコントロールします。的より下からでも大丈夫ですが、上から突撃する感じの方が調整簡単です。なってないんだから。ここからボタニカルキングダムです。すいません。ミッション概要の画面一瞬しか録画してませんでした。一応一時停止で確認できます。内容はタイムアタックですね。スタート直後、特殊走行パートになるため、開幕パーフェクトは狙わなくて大丈夫です。右側のパワー用ルートに行きます。シャッターにぶつかるとき、グラビティコントロールすれば硬直を軽減できます。着地後グラビティダイブで進むとスムーズです。エアライドで進みますが、GP は溜まるものの、着地後ダイブはしないでください。しばらく進んでから使った方が効率がいいです。この後使えるようになったらダイブします。カーブの入り口に来たら、
短めのコントロールで曲がって、ジャンプ台でトリックして GP 回収。最後の区間をダイブで走り抜けましょう。障害物での加速を忘れずに、リザルトで見えますが、結構シビアで、1分10秒を超えると評価下がるかも。ソニックばかり褒めると思いきや、テイルズについても、かなりいい扱いをしていますね。ミッション2はリング集めです。早速、スタート直後正面にあるのですが、下り坂なので、見えません。忘れず回収しましょう。ループ後も中央にあるので、動かなければ、そのまま回収できます。飛び上がった後は、左に、リングの列が見えるので、辿っていき、壁走りすると大量に入手です。3分岐は、左側しか入れません。リングは、すべて道の中央にあるので、床の模様を見ながら位置調整しましょう。ゴール前にもリングがありますが、拾いに行くと遅くなります。できれば、この辺りか、次のカーブの間に、最高評価に必要な150枚を揃え切ってしまいましょう。カーブの途中で拾う場合は、中央、左、中央の順です。前もって動いておきましょう。ゴール直前ですが、低空飛行すると拾えます。最初の2列は狙い目ですが、それ以外は拾いに行くと遅くなります。負けないんだから。ミッション3はトリックですね。ジャンプ台の数が少ないので注意。一応時間はあるので、ハーフパイプで稼ぎ可能です。最初のジャンプ台は、ループ後です。ここでは、X を狙えますので、ぜひ出しておきたいですね。飛んだ後は、左にハーフパイプです。唯一繰り返しで使えるところです。制限時間はあるので、多くても3回ぐらいですかね。右のパワー用ルートに行こうと思ったのですが、間違えてダイブを出してしまったので、今回はそのまま正面に。この先、またしても、高ランクが狙えるジャンプ台があります。最後は、ゴール前のジャンプ台ですね。ここより先はないので、ドスセーフかの場合は、やり直しましょう。思ったより余裕がありませんでしたね。ハーフパイプで1回ぐらい稼いでもよかったかも。口ほどにもね。ミッション4はエアライドチャレンジ。結構長い間飛びますが、速度は遅めなので、そんなに難しくないと思います。タイム的な心配もないし、休憩ポイントですね。最初の飛行台は、ジャンプ台の後中央にあるので、中央をキープしておきましょう。9個目より後は、途中で失敗してもわざと落ちれば、10個目の位置からやり直せます。ただし、タイムはその分かかるので、あまりにも進みすぎた後ミスした場合は、やり直しましょう。次は、ループの右にある飛行台へ行きます。
あとはゴールまで一直線です。溜まりきった GP を使ってグラビティライブしましょう。最高のチューンだね。ミッション5はメテオバーストチャレンジです。メテオバーストって用語を忘れてる人も多そうなので、改めて説明すると、グラビティライブ中に特定のオブジェクトに触った時の加速ですね。あれを使った回数が評価になります。そんなにできたっけと思うかもしれませんが、ちゃんとこのミッションではオブジェクトが増えています。早速、最初のジャンプの後に正面に看板が追加。看板はその先も出てきますが、矢印があるのですぐにわかります。大体の位置を合わせてくれますが、若干離れた位置にあるので、微調整しましょう。それと、ダイブを素早く出してしまうと GP が不足するので、できる限りは接近してから出しましょう。最後は順位。固定オブジェクトじゃないので、自力で細かく調整する必要があります。今回はかなりギリギリですが、右で2回やるのが成功率高いとは思います。軽い軽い。ミッション6はプランターの破壊です。グラビティアクションとありますが、ダイブがコントロールを発動すると、重力の変化により、一部オブジェクトは落下したりして壊れます。これを使ってたくさん破壊するってことですね。ゲージは0でもグラビティコントロールは出せますが、当然自身が停止するので、順位、よって、移動も兼ねて使えるのが、一番無駄がないということですね。プランターが周りにあるところで中心に立って、発動すれば全て壊せます。このように、一度のタイミングで多く壊して無駄なくやりましょう。3個壊した後のカーブは広いので、入り口で一瞬発動し、その後、奥でもう1回発動です。右の道は、グラビティダイブするには GP が足りないので、2つの間に入ったら一瞬発動を繰り返します。最後のカーブは、グラビティコントロールで流れながら進みましょう。うまくやれば一発で壊せます。最後のストレートも一定区間ごとにあるので、こまめにコントロールを出します。結構時間がギリギリなので余分に出さないように注意。最高のチューンだね。ミッション7は GP を大量に残してゴールします。これまでの作品と違って GP は通常走行で消費しないため難易度が下がっています。まずは大ジャンプからハーフパイプと2回のチャンスがあるのでどちらでもトリックしましょう。その先はコントロールなしで曲がります。進むとエアライドになりますが途中でわざと落下してやり直すと2中で貯められます。時間に余裕があるミッションではこれはかなり有効なので覚えておきましょう。最後は着地した後にグラビティダイブします。メテオバーストで回復しながら進めば消費量に対して回復量が上回るので大丈夫です。途中で落下して稼いでない場合は2回速攻でメテオバーストしないと足りないので注意。最高のチューンだね。
ここからメテオテックプレミスです。ミッション1はタイムアタック。スタート直後、左側に行きます。オブジェクトを壊しながら進みましょう。最初のジャンプは上に向かい、左側からグラビティダイブして裏道に行きましょう。歯車は一番壁沿いだと壊せないみたいなので、真ん中を通る方がいいかも。今回はぶつかってしまっています。直角カーブなのでコントロールで曲がります。その先のジャンプ台は上に行くと遅いので、最速で押して下へ。着地したら左側のショートカットに行きましょう。この先の広場はグラビティダイブすれば左右にコンテナが3つ飛んでくるので、一気に加速と GP 稼ぎのチャンスです。壁走りはしなくていいので、直角カーブをコントロールで曲がって正面に進めばゴールです。GP 余ってたらダイブしてもいいかも。口ほどにもね。ミッション2はリング集めです。実は前のコースでは一切出番なかったので、ソニック使うの久々ですね。最初のジャンプ台まではリングがコースの中央に配置されています。上ルートでは最初は右に向かいます。右側のリングを回収したら中央に多くあるので、あまり外側に行かないように。見ての通り、動画では途中から外側に流れてます。その先の歯車も中央にリングが集中しています。ダメージを受けたところ、8リング落としましたね。一律これではないとは思うのですが、このように仕掛けによってはリングが減るので注意。この先の道も中央にリングが集中しています。ここは右の壁を走ります。しっかり集めましょう。この先の広場はグラビティダイブするとリングが取れないので、普通に走ってダッシュパネルに乗りましょう。最後は右の壁を走ればだいたい30枚ぐらい手に入ります。この時点で30枚以上足りない場合はやり直した方がいいでしょう。軽い軽い。ミッション3はトリックです。一応往復して稼げる場所はあるものの、基本的には各所で高いランクを出すのを想定されたスコアになっています。高いランクを出すと聞いて自信がないという人もいるかもしれませんが、各ジャンプ台の前にはダッシュパネルがあるため、基本的には WS 以上が出るはずです。次は歯車地帯の前、この道が終えるところですね。矢印が出ているので飛ぶタイミングは分かりやすいです。中央にあるダッシュパネルに乗り損ねるとランクが下がりやすいので注意。次のジャンプの後ですが、前に使えたハーフパイプは封鎖されていますので、曲がらないで進みましょう。後半のハーフパイプはありますので、ここまでで多少ミスっててもまだチャンスはあります。次は矢印の場所ですね。これまでと違いダッシュパネルが左側なので注意。ダッシュパネルがあるのでそのまま走っていますが、グラビティダイブした方が良かったかも。この部屋を抜けた後、右側にハーフパイプです。グラビティコントロールで逆を抜けば複数回トリックできます。壁に向かって飛んでもトリックボーナスは入りますが、壁から離れないため再度乗れなくなるので注意。軽い軽い。ミッション4はエアライドチャレンジです。特に難しいところはないのですが、コースアウトの危機がある場所や、障害物スレスレを飛ぶ、フェイントみたいな場所がちょっとだけあるので、ミスしないように注意。最初のジャンプの後は、左側に向かって飛行台に乗ります。
この先、歯車の近くを飛ぶので、ぶつかって落ちないように注意。次のジャンプ台で上がったら、右側のハーフパイプで飛びます。そのまま、左側のダッシュリングに入るので、壁に行かないように。この部屋まで来たら、飛行台があるので、ミスしても一応大丈夫ですが、ここまで来れるならミスしないような。あとはゴールまで行きましょう。時間は余裕があります。最高のチューンだね。ナックルズとクエミーは意外とやるな、みたいな反応だけど、ソニックとテイルスにはさすがと言ってしまうエッグマン。やっぱり長きにわたり、苦しめられたからですかね。ミッション5は、グラビティダイブの移動距離で評価が決まります。このコースは、結構長い直線があるので、使える場所が多く悩みますね。ゲージマックスで始まるので、早速使いましょう。カーブにぶつかったら解除しジャンプ台へ。ゲージもそんなに減っていないし、ルートは固定されてるので、トリックランクはあまり気にしなくていいです。着地後、また壁に当たるまでダイブします。歯車地帯ですが、実は2つ目左上の部分に CP のカプセルがあります。ただし、ダイブ中は触れても取れないので、カプセルに重なったら解除しましょう。とりあえず、直後にもう一度使用してゲージを使い切ります。ジャンプ台で上がった後は、右のハーフパイプから壁走り、一見無駄な行為に見えますが、壁走り中に CP カプセルがあるので稼ぐことができます。いつもの広場ですが、当然コンテナを掴んで加速していきます。3回できれば、最高。そのまま、壁走りのところまでダイブを維持し、うまくいけばゴールラインまで行けます。これくらい飛ばないと最高評価にならないので注意。なってないんだから。ミッション6は、逃げるターゲットに追いつくやつですね。今作では初です。改善点として、追いついて攻撃した時点でミッションクリアとなります。前と違い、その後早くゴールする必要がなくなったので、とにかく追いかけるのに全力を出しましょう。スタート後、左のタンクを壊し、その先ジャンプ台で上ルートへ、左側に行って壁がなくなったあたりからグラビティダイブ、裏道に入り、ロボを待ち伏せします。ロボが先に行ったら、グラビティダイブで追いかけて、最後は、ジャンプして触れればクリアです。口ほどにもね。ミッション7は的の破壊ですね。以前あったミッションとは違い、的は青色の別のタイプ、グラビティダイブで壊すルールになっています。まずは、ジャンプ台で上がった後、右ルートに2つありますので、右の通路に合わせてダイブを出しましょう。次は、歯車地帯。今回は歯車が動いていませんが、上段の中央寄りに3つあります。高い位置で飛ぶ必要があるので、降りる前にダイブを出しましょう。次は、曲がった後、中央に3つあります。的は、この先の部屋の中央に引き続きあります。そのままメテオバーストすると、距離が伸びて、残りの的も壊せます。2つ壊したら、少し左にあるので移動。それを壊したら解除して、ゴール前の2つに備えます。ゴール前ですが、一度逆走し、右側からダイブを出すと、綺麗に壊せます。位置調整が難しいと思ったら試してみてください。最高のチューンだね。時系列がいつか不明ですが、本編の最後があれなんで、重力を使うのはやめた方がいいと思います。ミッション1は、タイムアタックですね。ここは、
本編でもタイムアタックだったので、ほぼ同じ攻略となります。開幕パーフェクトを出して、グラビティダイブ、ジャンプ台で飛ぶロスを減らします。ウォータースライダーが終わったら、右に進み、ハーフパイプで1回飛んで GP を補充します。その後は、この先の直角カーブのためのコントロールと、その先のジャンプ台をダイブで無視するために GP は温存しましょう。GP がなくなっていますが、今回はスピードタイプ、右にあるレールでグラインドしましょう。ミッション2はリング集めです。ばらついておいてはないので、基本道の真ん中にいればいいです。リングをたどっていくと、壁走りに位置合わせが完璧だとかなり回収できますが、できなくても最高評価でのクリアは可能です。この後のウォータースライダーですが、右、左、右、真ん中の順にリングの列があります。うまく取ればかなりの量です。スライダーから出たら、右方向に2列、左方向に1列です。その後、カーブ中は中央に集中しているので、足りない場合は最後のチャンス。集まりきってたら、グラビティダイブでスムーズに抜けられます。ミッション3はトリックです。ハーフパイプがあるコースなので、稼ぎはできますね。ジャンプはスライダーに行かないので、思いっきり飛びましょう。ここから、ハーフパイプで連続ジャンプできます。高いランクを連発できれば、速攻でクリアに必要なスコアまで行くことも、今回やってますが、終点で逆方向に移動すれば、逆走してさらに稼げます。しかし、2回以上飛ぶと、タイムアップの可能性も高いので、1回飛んだら、もう1回向きを変えた方がいいでしょう。もう余裕ですね。今回は余分ですが、出だしで失敗した時には便利です。ジャンプ台は、この後のウォータースライダー前が最後ですので、稼ぎするかの判断にどうぞ。大体8点ぐらいもらえるものと考えた方がいいでしょう。スライダーを抜けたらもう何もないので、グラビティダイブで一気に駆け抜けましょう。口ほどにもね。ミッション4はグラインドチャレンジです。今回の動画の最初の方で話しましたが、今作では、同じレールに乗ってもカウントが増えていきます。ゴール前に低いレールがあるため、最悪途中でミスっても最高評価にできることも。今回のステージは、体験色的に赤が目立ちやすいので、赤いランプだけを見つけてジャンプすれば結構ミスしないでいけると思います。レールが終わったら、ジャンプ台の前です。時間がもったいないので、グラビティダイブでジャンプ台を無視しましょう。
稼ぎのやり方を実践してみます。レールからわざと降りて逆走して、もう一回レールに乗るだけです。負けないんだから。確かに、逆走稼ぎは真似できないというか、真似しない？ミッション5はメテオバーストチャレンジです。少し操作がありますが、基本的に辿っていくだけです。早速、ジャンプ台の前からグラビティダイブしましょう。正面に看板があります。最初のに下がったら、次は少し上です。あまり早く上がっても壁にぶつかるので上昇し続けましょう。その先は、ほぼ動かなくても繋がるはず。ウォータースライダーが終わったら、すぐにグラビティダイブです。手前2つの水の玉を触りつつ、右の看板を目指します。水の玉は、一定時間で消える上に、これを2つ触れてないと最高評価にならないので注意。口ほどにもね。ミッション6はレースですね。タイムアタックの時とは違うルートで攻略します。まず、スタートダッシュで GP を貯めて、グラビティダイブ、下の道に降ります。そのまま正面に進み、ハーフパイプからグラインドレールへ、グラインドして直角カーブまで行きます。一度曲がった後、ハーフパイプまでは、ほぼ直線となるため、動画のようにグラビティダイブで向かうのがいいでしょう。ジャンプ台を普通に飛んでますが、スライダー後のダイブ加速失敗が嫌でやっているだけです。普通に足りる量ではあるので、さらに短縮したい場合は、ここも当然飛ばずに抜けましょう。そういえば、最後のカーブを、いつも右にこすりつけるように移動していますが、これは何を狙っているかというと、実は、高い場所かつ、角度が合っていると、右側を越えていける場合があります。まあ、半分バグみたいなものだと思うので、あまり正攻法ではないのですが、見ての通り、失敗続きのぐらいには難しいです。負けないんだから。ミッション7は、新ルール、タイムアップにならないように、コース上に存在する緑の玉を拾ってタイムを延長しながら進みます。スタートダッシュは完璧ではなくていいので、GP がもらえる程度の成功はさせてください。最初のジャンプ台はグラビティダイブで進み、上の道へ玉を取りつつ流されます。出口の中央に玉です。その先ハーフパイプに乗って、一番奥から飛んでエアライド。途中玉が上下に見える場所がありますが、気にせず、目の前のものを取りましょう。いつもの通り、カーブを曲がったらグラビティダイブで、スライダーへ。スライダーの中には、中央、左、中央の順に玉があるので、取れるようにしましょう。出たらダイブで加速し、途中で解除。エアライドで進めば、玉を集めつつゴールできます。今回の動画は、ここまで。長時間見ていただき、ありがとうございました。次回はヒーローズ編後編です。役に立ったり、楽しめたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。